皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by Aya を聞いてくださってありがとうございます。今日はお金の話をしたいと思います。少し個人的な話になるんですけど、日本で現金を使うときに私がよくしていることについてお話しします。そして多分私と同じことをしている日本人は多いと思います。というのも私のお父さんとかお母さんも同じことをしているからです。むしろ私は両親の行動を見て自然とそうするようになったのだと思います。自分にとっては当たり前のことだったので、今まであまり意識していませんでした。でも今回日本に一時帰国した時にパートナーと一緒にレストランで食事をしてお会計をした時のことです。私の支払い方を見て彼が少し不思議そうな顔をしていたんですね。その時にこれは日本人に多い習慣なのかもしれないと気づきました。なので今日はこの話をしてみようと思います。ではどんなことか説明しますね。それはお釣りでもらう小銭を少なくするために計算をして支払うことです。ちなみに小銭はコインのことですね。私にとってはこれはとても普通のことです。なぜならお財布に小銭がたくさん入っているのがあまり好きではないからです。お財布が重たくなりますし、見た目も少しごちゃごちゃしてしまいますよね。なので、できるだけ小銭を使ったり、逆に小銭をあまり受け取らなくていいように工夫しています。例えば、お会計が1850円だったとします。もし1000円札が2枚あれば、それだけで支払うこともできますよね。でも私は、まず財布の中の小銭を確認します。850円あるかな？ 900 円くらいあるかなと考えます。もしぴったりの金額がなくてもそこで諦めません。例えば50円玉があれば1枚出します。10円玉が5枚でもいいですね。さらに100円玉が3枚あればそれも追加します。そうすると合計で2350円支払うことになりますよね。そしてお釣りとして500円玉1枚を受け取ることができます。例えば350円を100円玉3枚と50円玉1枚で支払った場合、小銭は4枚減ります。そしてお釣りは500円玉1枚だけです。結果として財布の中の小銭を減らすことができます。こんな風にお札だけで足りる場合でも小銭を減らせると思ったら、あえて小銭を追加して支払います。皆さんはどうですか？このように小銭を減らすために
必要以上のお金を出すことはありますか？これは人によっても違いますし、国によっても違うと思います。私はずっとこの考え方で生活してきたので、今でもできるだけ小銭を減らそうとします。もちろん普段は現金よりもカードを使うことが多いです。でも現金を使うときはやはり同じように考えて支払っています。前に日本ではない国でこの方法で支払おうとしたとき、店員さんにコインはいりませんと言われたことがあります。確かにコインがなくても支払える金額を出していたので、そう言われてもおかしくないですよね。でも私は小銭を増やしたくなかった。減らしたかったので、受け取ってくれたらよかったのになぁと思いました。それから、これは多くの人が共感してくれると思うのですが、外国のコインって少し難しくないですか？例えば、金額が高いコインほどサイズが大きいのであれば比較的わかりやすいですよね。でもそうではない国もあります。実は私が住んでいるカナダではコインの大きさと金額が必ずしも一致していません。同じじゃないです。一番小さい金額は5セントですが、一番小さいサイズのコインは10セントなんです。少し不思議ですよね。おそらく素材の違いなどが関係していると思うのですが、私はなかなかこのルールに慣れません。特に5セント、10セント、25セントはサイズも似ていて、パッと見ただけでは区別が難しいです。結局、コインに書いてある数字を毎回確認しています。少し話がそれてしまいましたが、つまり慣れていない国のコインは使いにくいということです。だから私は海外でもできるだけコインを増やしたくないと思っています。ただ、日本でやるような支払い方をすると少し不思議に思われることもあります。なので、この考え方は日本特有、日本だけ、もしくはあまり一般的ではないのかもしれませんね。もちろん日本人の中でもこの方法をしない人もいると思います。それでも個人的には小銭を減らすために工夫をしている人は比較的多い印象があります。最後にこのお釣りを減らすという考え方に関係しているとても面白いサービスを紹介したいと思います。それはドン・キホーテというお店にあったサービスです。外国人の方にもよく知られているお店ですよね。前はこのお店ではレジに1円玉が置いてあって、
お客さんがそれを使えるサービスがありました。面白いですよね。お店のお金を使って支払うことができたんです。もちろん制限、ルールはありました。例えば、お会計が1000円以上の場合、1円玉を4枚まで使っていいというルールでした。例えば、お会計の合計が1349円で、自分のお財布に1000円札、500円、50円、1円があるとします。このまま払うと1550円になるので、1円玉のお釣りも返ってきますよね。1円分返ってきますよね。でも、お店の1円玉を3枚使えば、お釣りで1円をもらわなくて済みます。つまり、小銭を増やさずに支払うことができるんです。とってもユニークで面白いサービスですよね。私のように小銭を増やしたくない人にとっては、とても嬉しいサービスだったと思います。残念ながら、このサービス、レジに置いてある1円玉を使っていいですよというサービスは2020年に終了してしまいました。もう6年前ですけど、私はやっぱりこのサービスがとても面白くて好きだったので、今でもよく覚えています。そしてこのサービスはもう終了してしまいましたけど、今はその代わりのサービスがあります。その代わりにポイントカードを提示するというのは、相手に見せる、カードを見せると、お会計が0円か5円単位になるように値引きをしてくれるサービスに変わったそうです。つまり、さっきの1349円なら1345円に変わるんですね。もちろん変わった後の金額でカードで払ってもいいですし、現金で払うともいいそうです。日本ではまだ現金を使う人も多いので、こういったサービスは今でも喜ばれていると思います。はい。今日は日本で現金を使うときによく私がしていることについてお話ししました。もしかしたら同じようなことをしている人も多いかもしれませんね。もし私も同じことしているよという方がいたら、ぜひ教えてください。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またねー。